どうも、エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は単一銘柄焙煎と概要紹介シリーズの第17弾としてですね、こちらのインドネシアジャバロブスタを紹介しようかなというふうに思います。で、実はですね、こちらのロブスタ1年ほど前に購入していました。以前、ロブスタでクレマが増えるのかどうかという検証動画の時にですね、ベトナムのロブスタを使っていたんですが、基本的にはアラビカのシングルオリジンで飲むことが多かったんです。なので、検証動画の後はですね、あんまりロブスタを使っていなかったんですが、少し前に別のロブスタの木豆を購入した時に、そういえばというふうに思い出しました。忘れていたわけではないんですが、やりたいことが多すぎて、このタイミングになってしまいました。私が気になった範囲でいろいろな種類の木豆を購入しておりまして、まだまだ紹介しきれていない豆がたくさんあります。少しずつ紹介したいんですが、他にもですね、紹介したいものがたくさんありますので、順番待ちとなっております。一人で撮影をして、その後編集をしておりますので、ペースがゆっくりですが、気長にお待ちいただければと思います。で、今回のジャバロブスターはですね、初めて試してみるんですが、ロブスター自体はですね、ロブスターでクレマが増えるのかどうかという以前の動画などでも検証はしてみたことがあります。ロブスター 100% でですね、美味しく飲めるのかどうかは飲んでみないとわからないですが、今日はですね、こちらを試してみようと思います。で、最近というかですね、特にここ数年前からですね、個人的な肌感覚では、ロブスターのですね、立ち位置が結構見直されているように思っております。品質がですね、上がってきているのと、あとは風味もですね、いろいろな種類が出回っていますので、興味がですね、ある方はいろいろと探してみるのも面白いと思います。で、今回のこちらのロブスターに関してなんですが、ジャバロブスターということで、説明欄にもですね、情報は多くなくてですね、強い苦味というのがですね、一番の特徴のようです。あとはですね、コクも結構あるようですが、どんな味わいになるのか楽しみです。それではですね、いつも通り 250g で焙煎していきたいと思います。はい。ではですね、まず見た目のところから見ていきたいなと思います。まず見た目はですね、結構ベージュっぽい色かなというふうに思います。ちょっと丸っこい豆もですね、結構多くて、なんて言うんでしょう。大豆に似ているというか、そういったような印象を受けました。あと見た目のところですね、大きさにつきましては普通ぐらいかなというふうに思います。結構そうですね、ちょっと、ハンドピックしないといけないものが多そうな感じはしておりますが、大きさとしては普通ぐらいに思います。豆の、色に関しましてはですね、ベージュが主体の薄い、緑がかったという風な形で、ベージュ色の方が強いような印象になります。あとは豆の綺麗さというところですね。そんなに落ちないので結構綺麗な方かなと思います。あと匂いですね。木豆らしい。そんな匂いは強くないかなというふうに思います。今ちょっと私も鼻が詰まっていますのであまり感じていないかもしれないですが、そんなに強いというふうには感じません。ではですね、ちょっとハンドピックですね、していきたいなと思いますが、結構もうパッと見ただけでも結構多そうな感じはしております。で、ちょっとこのいつも迷うのが丸っこいものですね。大きいんですけれども、未成熟というふうに捉えていいのか、これは問題ないというふうに捉えていいのかがちょっと悩ましいですが、結構な数もありそうで、この辺りは
特にカビてもいませんので大丈夫そうかなと思います。今回はハンドピック対象とはしないようにしようと思います。ただちょっと黒くですね、変わっていたり、虫食いがあるものが結構ありますので、それらは対象としていきます。すごい丸っこいものが多いですね。もうこれなんて本当にまん丸ですが、よくあるのがこういった形だと思うんですけれども、結構もうまん丸というか細長くもないですね。はい、ハンドピックが終わりました。重さを測っていきたいと思います。12.2 ですね。まあまあかなと思います。はい、こちらが豆のアップの映像になります。当然ですけれども、アラビカとは少しですね、見た目の様子が違うかなと思います。こちらがハンドピックした対象ですね。虫食いであるとかカビ豆がメインかなと思います。では、焙煎していきたいと思います。はい、こちらがですね、チャフの量ですが、もうほとんど出ないですね。ちょっともともと銀紙の方は茶色いところがありますので、これはチャフではないですね。全然チャフはないです。こちらの方もチャフは全然ないということで、ほとんどこのロブスターはですね、チャフが出なかったということになります。その代わり煙の量が過去一番ぐらいと言っていいほどですね、煙が一番出ましたね。はい、焙煎が終わりました。焙煎してみるとですね、結構粒が大きくですね、膨れていることが確認いただけると思います。結構丸っこいものも多かったんですけれども、この一粒一粒がですね、かなり大きい形ですね。これが分かりやすいと思いますが、結構普通ぐらいのイメージがですね、そうですね、どれぐらいかな。イメージ、私の中で標準的な普通ぐらいと思うのがこちらの方で、結構同じロブスターの中でもこういった大きい豆がですね、焙煎後は大きくなるのが結構目立つように思いますね。こういった形でこう細長い形の、大きくなる豆が多いかなと思います。で、焙煎も結構ですね、時間は早かったんですけれども、結構ムラが出てきておりますが、このロブスターに関してはそこまでですね、気にはしないでおこうと思いますが、ちょっと明らかにちょっと色が明るすぎるもの、濃すぎるものについては、一応ハンドピックしますけれども、そこまでロブスターについては、基本的にはこちら 100% で飲むことは少ないだろうなと。これから焙煎直後ですけれども、エスプレッソで飲むんですけれども、それ次第ではありますが、これのみで飲むこともあんまり
ないかなとは考えていますので、別に問題はなさそうに思いますが、ちょっと黒焦げなものとかですね。結構明るいですが、今回はいいかなと思います。黒焦げのものは弾きたいと思います。ただでさえですね、結構苦味が強めというふうに書かれていましたので、どんな味わいになるのか楽しみですね。はい、これぐらいでいいかなと思います。では重さを測っていきたいと思います。はい、202.2 ですね。普通ぐらいかなと思います。202.3 ですね。はい、準備ができましたのでエスプレッソで飲んでいきたいと思います。ちょっと水漏れがありましたね。すごい濃さを感じますね。とろっとしてます。ではインドネシアのジャバロブスターですね、いただきたいと思います。いただきます。香りもいいですね。全然ロブスター 100% でも飲めますね、これは。すごい香ばしい感じがします。今回の焙煎では本当に強い苦味ということが書いてありましたけれども、苦味っていうかもう本当にコクに直結するような感じの印象を受けますね。なのでこれをやっぱり好きな、コーヒー豆にですね少し混ぜてとかっていうのですごく濃厚なですね味わいが好きな方にちょっとプラスして、いい意味で足してもらえるんじゃないかなというふうに感じますね。これはすごくいいですね。はい、ここから3スライドにわたって整理した情報です。はい、いかがだったでしょうか。今回は単一銘柄焙煎と概要紹介ということで、インドネシアジャワロブスターを焙煎してみて、直後ですがエスプレッソで飲んでみました。このインドネシアジャワロブスターはですね、コクをしっかりと底上げしてくれる印象でした。強い苦味というのはあるにはあるんですが、全然ネガティブな要素ではなくて、本当にですね、コクに尽きるというふうに思いました。で、主役にですね、なるような華やかさは少し弱めなんですが、裏方で安心して支えてくれるようなイメージを持ちました。今回は焙煎直後でまだ落ち着いていない状態でこのレベルならですね、数日置いた後は非常に楽しみです。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する動画をアップしています。焙煎に興味が出てきたとか、コーヒー好きの方は
ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。